ようこそセガへ。諸君を歓迎する。私が社長の人混じりだ。これまでセガは創業以来ゲーム業界の最大手の一つとして成長を遂げてきた。しかし最近になってその成長に陰りが見え始めている。原因はいくつか考えられるが、やはりかつてのような革新的ゲームソフトが登場しなくなり、全体的な業界の停滞傾向にユーザーがゲーム離れを起こしているというのが最も大きい。しかもそんな状態にあって未だこの業界では大手各社がそれぞれ互換性のないハードを出し合って互いを圧倒しようとする、いわば群雄割拠の時代が続き、限られたユーザーを奪い合うという悪循環が続いている。このままではいずれ業界全体が緩慢な死を迎えるしかない。誰かがこの戦乱の世を一つにまとめなければならないのだ。ゲームを愛する世界中の子供たちのために、常識的に考えればこれは不可能に近い難事業だ。我々はその不可能を可能にする方法をセガの誇りである世界最高のスーパー AI コンピューターテラドライブに問うた。そして選び出されたのが君たち2人なのだ。君たち2人は今日から極秘プロジェクトセガガガの最高責任者となり、プロジェクト遂行のためのあらゆる権限を与えられる。これはセガの命運をかけたまさに起死回生の奇策と言ってよい。どうかこれまでにない斬新な発想でセガを、いや本命のただ中にあるゲーム業界を救ってほしい。後の詳しいことはこちらのアリサ君が説明してくれる。それでは頼んだぞ、セガガガの諸君。私があなたたちをサポートする専属秘書アリサよ。それじゃあまず社内を案内しましょうか。これがセガの誇るスーパー AI コンピュータテラドライブ。セガの全てを統括しているまさに心臓部ね。あなたたちを選び出したのもこのスーパーマシンよ。記憶容量は16エクサバイト、メモリは512テラバイト、333GHz で駆動する512ビット級 CPU を4096個搭載し、しかもスプライトを横方向に1677万個並べることが可能なのよ。すげえ。ここはハード製造部。ここでは毎日100万台のドリームキャストが生産され、世界中に出荷されていくの。あまりの大人気で工場をフル回転させてもなかなか生産が追いつかないわ。こっちはソフト製造部。セガのゲームソフトは熟練した職人の手で一枚一枚丁寧に焼き上げられ、有害な添加物などは一切使用していないわ。ここがセガの最新部開発室。セガにはゲームを作るために A、B、C の全部で3つの開発室があるの。ここで生み出されるさまざまなゲームがセガを支えているわけね。厳重な扉ですね。やっぱり怪しい人間が入ったりしないようセキュリティに気を使ってるんですか？あ、これ逆よ。外に出さないため。ゲーム開発というのはやっぱりちょっと特殊な職業だから、開発が次第に複雑高度化するにつれて、そのストレスでなんていうのか人間で亡くなっちゃう人が増えてきたのね。凶暴だったりして危険だから外に出すわけにはいかないけれど、いいゲームを作るためにはそうしたスタッフの力が不可欠だから、こういう形をとっているの。ま、どこの会社でもだいたいこんなものよ。知らなかった。ここ20年間ここに入って出てきた人間はいないわ。中がどんな状態になっているのか誰にもわからない。ただ出来上がったゲームが食料などの生活必要物資と引き換えに扉の向こうから届くだけ。あなたたちがこれからセガガガの一員としてゲームを作っていくためには、いずれこの扉の向こうに入っていかなければならないでしょうね。さて、いよいよプロジェクトセガガガの立ち上げね。一応資料は読んだと思うけど、もう一度簡単におさらいをしておきましょうか。あなたたち特別チームセガガガの目標はゲーム業界を制圧すること。つまり
このステータス画面の業界内シェアを 100% にすることが目標ね。あなたたちがこのセガガガでこれまでにない革新的なゲームを制作し、販売本数を上げることでシェアを上げることができるわ。しかしそのためにはまずゲームを作るためのスタッフと場所を確保することが必要ね。あなたたちはまずさっき見たあの開発室に入り、現場のスタッフを説得、自分たちの仲間にしていくの。相当な困難が予想されるけれど、これは一種のテストのようなものよ。これくらいのことができない限り、とてもセガの将来は任せられないというわけ。開発室には過酷な開発のストレスで、もはや人間ではなくなってしまったスタッフがひしめいているわ。ほとんど RPG のダンジョンと同じようなものと考えて、武装や体力の回復などあらかじめ必要と思われるアイテムを購買部で買ってから行った方がいいわね。そして各開発室を支配している開発部長の説得に成功すれば、そこから新たに自分たちのゲームを作り始めることができるの。これはまた後で詳しく説明するわね。なお、これから何度も開発室に行くことになると思うけど、開発室に入れるのは1ヶ月に1度だけというのを覚えておいて。それ以上はあなたたちまで現場の邪悪な瘴気に毒されてモンスター化してしまう可能性があるために危険なの。最後にとても大切なこと、あなたたちセガガガに許されているのは3年間の期間と初期予算だけ。これは何の実績もないあなたたちにセガの舵取りを任せるという異例の試みに対して、社内でコンセンサスを得るためのやむを得ない措置だと考えてちょうだい。また予算を全て使い果たしたりシェアを完全に失うようなことになっても、セガガガは解散となるわ。わかった？もう一度説明しましょうか。さて、開発管理室の方には研究開発室 A、 通称 A 研の走行シャッターを開けてもらえるよう連絡しておいたわ。それじゃ頑張って一緒にゲームを作ってくれるスタッフを見つけてね。繰り返し言っておくけど、開発室は人外魔境の地よ。くれぐれも気を抜かないようにね。さっきからどうしてずっと口を動かさずに喋ってるんですか？ああ、これは腹話術よ。ゲームの中でうかつに目や口を動かしたりすると、その度に絵を用意したり声と口の動きを合わせなきゃいけないから大変でしょ。私は最初ゲームキャラとしてセガに入社したから、そこら辺の訓練を積んでいるの。あなたたちも先々便利だから覚えておいた方がいいわよ。それじゃ頑張ってね。プロね。
まともにものを考えられるのは久しぶりだ。感謝するぜ。いえ、いいんです。こちらのチーフの方にお会いしたいんですが。大丈夫？あなた、自分が救いの天使にでもなったつもり？これから先、私たちにはシェア 100% という大変な難題が待ち構えているのよ。最高のスタッフを揃えたとしても、それができるかどうかわからないわ。かわいそうだからって仲間にした人たちの面倒までこの先あなたが見てあげられると思う？薄っぺらい同情なんかで無茶な夢物語に付き合わせる方がどれだけ残酷な仕打ちか知れないわ。でもあの人たちだって以前には今の僕みたいにここに来たはずなんだ。すごいゲームを作りたいって。だからどんな風になっても心のどこかできっと
と何かのきっかけを待ってると思うんだ。まあいいわ、頑張ってごらんなさい。ただ私の足だけは引っ張らないようにしてね。僕だってやってやる。またお前か。もうチーフには近づくな。でもこのままじゃあんまりじゃないですか。
立派にか。どうかな。本当に立派なスタッフってのは何だと思う？昔の話だ。俺とチーフはある大型マシンの開発にかかりきりだった。出来は最高だったが時間と金がかかりすぎた。1ヶ月以内に完成させなければプロジェクトを打ち切ると宣告されたのさ。そこでプログラマーとデザイナーが対立した。あくまで完璧を目指して粘ろうとする俺たちと限られた中でベストを尽くそうとするやつら。どっちも間違っちゃいない。だがスケジュールは迫る。結局上司とデザイナーに押し切られる形でチーフが折れた。だがそれが一番まずい方向に転んじまったのさ。公開テストの時事故が起こった。プログラムのバグが原因だった。吊るし上げを食ったよ。理想にこだわるあまり足元のミスを見落とした。そんなことを言うやつもいた。チーフは弁解しなかった。一言も。俺もそれに従った。後に残ったのはプロジェクトの永久凍結、そしてバルクスタッフっていうありがたい呼び名だけだ。そんなのって何もあなたたちだけのせいじゃないでしょ。そうじゃない。いいかよく聞きなルーキー。ゲームを本当に作ってるのは会社でも上の連中でもない。俺たちなんだ。上がどんな無茶を言ってこようとそれを言い訳に客につまらねえものを出しちまったらそこで俺たちの負けなんだ。俺たちはしがないゲーム屋さ。だがゲーム屋にはゲーム屋の意地がある。それが俺たちの心意気なんだ。いつかお前にもわかる。ゲーム屋の心意気。
そうだ、開発生いいか。ゲームは詰まるところ消費。その時の売れ筋を的確に抑え、似たようなタイトルを量産して、とりあえず数字が稼げればいいんだよ。売れた商品はすぐパクる。これが業界の鉄則だ。感情を捨てるわ。マシーンになれ。お前たちこそ選ばれたゲーム開発者なのだ。ダキ様、お願いがあります。ここでゲームを作らせてください。これまでにない企画で新しいゲームを作りたいんです。これまでにないだと？バカめ、そんなものに手を出して部活に売り上げが落ちたらどうする？でもそれじゃあいつまでたっても新しいユーザーは開拓できないじゃないですか。チャレンジしてみる価値はあるはずです。お願いします。業界のこともよく知らんひよくめが、わしがサラリーマン社会の辛さというものを教えてくれるわ。モゲタンとお姉さんのゲームなれなに講座。お姉さんお姉さん。なにモゲタン。どうしてセガのゲームは面白いの？それはねモゲタン、情熱や理想をいっぱい持ったお兄さんたちが良い子のみんなのために毎日毎日心を込めてゲームを作っているからなのよ。そっか、だからセガのゲームはあんなに面白いんだね。そうよ、セガのゲームはだからどこよりも優秀で完全で愛と真実に満ちているの。早く僕も大人になってセガで素晴